こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。今日は2つのことを動画にしようと思います。一つは作品紹介と、もう一つは個展に関してお問い合わせをいくつかいただいているのでお答えしたいと思います。作品紹介なんですけれども、同時進行で3枚の赤い絵を描いてたんですけれども、最後の1枚を今日は紹介したいと思います。最初は最後の1枚がなかなか仕上がらなくて、ちょっと掲載には間に合わないかなと思ってたんですけれども、なんとか個展のパンフレットの印刷に間に合って、なんとか滑り込みで掲載することができました。メインチャンネルの方ではもうメイキング映像がすでにアップロードされてるんですけれども、このココアートチャンネルでは初披露になります。それでは最後の赤い作品に登場していただきたいと思います。もう実はここに隠してあるんです。じゃーん。なんか隙間からこうやっていたら怖いですね。こちらの作品です。連作でもそうですし、展覧会でもそうなんですけれども、なんか同じ絵に偏ってしまったらアクセントがなくなるので、1枚はこういうちょっとシリアスな感じの作品も描くようにしています。なので見る方によったらちょっと怖いかもしれませんけれども、大丈夫でしょうか。思っていたよりもちょっと目が離れてしまったなっていうのが私の感想なんですけれども、上の2人に比べたらやっぱりちょっと表情が暗い感じになっています。でもこの感じが展覧会で見た時に他の子を引き立てるというか、引き立て役のために描いたわけではないんですけれども、他のアクセントになるというか、お洋服で言ったら差し色のようなそんな役目があるかと思います。この作品があることによって他の作品の見え方が変わってきたりするんですね。なので連作もそうですし、展覧会でも何かテーマで描いててちょっとなんかアクセントがないなっていう時に、ちょっとインパクトの強い作品を描きたい時にこういう作品を描いたりします。作品ショットで作品の思いをお話ししたいと思います。作品タイトルは根拠のない真実と理想の嘘が入り混じり、やがて私が消えていく未来。ちょっと長いタイトルになってるんですけれども、よく展覧会でも質問されるんですけれども、先にタイトルがあって作品を書くんですかとか、先に作品があって後からタイトルつけるんですかっていうご質問いただくんですけれども、その両方と言った方が正しいかもしれません。大まかなどういうテーマで書こうかな、どんな雰囲気で書こうかなっていう風ななんか文章にしたものが一応最初に書いて、それで作品を仕上げて、作品によったら最後の方でちょっとなんか軌道修正が必要になったりとか、なんか雰囲気が変わってしまってタイトルをほんの少し変えたりもするんですけれども、言いたいこととか表現したいことっていうのを最後タイトルにまとめるようにしてるんですね。ちょっとややこしいですけれども、この作品で言うと根拠のない未来というのと理想の嘘が入り混じるという雰囲気と、未来はそれらによって自分という存在がなんか見えなくなっちゃうんじゃないかな、そんなことを最初テーマにして描き始めて、そして作品ができて、これらの言葉をまとめて作品の雰囲気とも合うような接続詞を何か考えたりとかしてタイトルをまとめるようにしています。今の世の中、目に入る情報とか聞こえてくる情報が真実とは限らないですよね。ネットには様々な情報が溢れ返っています。嘘の情報が拡散されたりとか、真実が本当に根拠のない形でどんどん広がっていってるような、そんな時代が来てると思うんです。世の中にいろいろ渦巻いている全く根拠のない真実よりも、自らの都合の良い理想の情報が、たとえそれが嘘であってもその嘘を信じて、嘘によって作り上げられていることももしかしたらあるんじゃないかなということを私なりに想像して作品にしてみました。それらの真実とか嘘の大量な情報によって一人の人間が作られた時に、すでにそこに本来の自分っていうのがどのぐらい存在するんだろうか。もしかしたら嘘だと分かってても、その都合のいい自分が心地がいいからずっとその価値観の中で生きていたら、本当の自分とか真実が本当に嘘によってすり替えられてしまうんじゃないかなって、そういうなんか危機感みたいなものを表現したいなって思いました。いろんな情報がこれからどんどん拡散されていくと思います。もしかしたら実際に起こった歴史上も変えられていくんじゃないかなって。それは文化によっても人の捉え方によっても様々だと思いますけれども、もしかしたらもう消えてしまって、そこに自分たちは存在しないような、そんな未来が来るんじゃないかなっていう、そういう危機感とか恐ろしさとかを最近ネットの社会を見てて私個人的に感じたので、こういうことをちょっと作品にしておこうかなと思って書いたのが今回のこの作品になります。根拠のない真実と理想の嘘が入り混じり、やがて私が消えていく未来。私たち一人一人が情報の発信者になる現代社会においては、一人一人にも必ずどこかで責任があるかもしれないですよね。特に報道とかマスコミの方とか、政府の方もそうですけれども、教育関係も含めてそういうことを念頭に置いて何か未来を作っていかないといけないんじゃないかなって思います。
ました。もしかしたらもう昔の価値観が何もかも通用しなくなってしまうような未来がすぐそこまで来てるかもしれない。この現代社会において私たち一人一人がその情報とどういうふうに付き合っていけばいいのか、そういうことを一人一人が考えないといけない、そんな時代に来てるんじゃないかなっていうことを作品にしてみました。ちょっと不気味かもしれないですけれども、そんな思いをこの作品にしてみました。もちろん私の幼少期のこととかそういう複雑なことも全部作品に注ぎ込んでいるので、そこだけではないんですけれども、そういう思いもこの作品に入っているということをご覧いただけたらいいなと思います。この作品は前とその前の赤い作品3枚を含めて9月の20周年の個展のパンフレットに掲載されることになりました。今回の個展は過去の作品を中心に展示するので、場所があれば新作も展示したいなって思ってるんですけれども、パンフレットには掲載されますので、よろしかったらご覧ください。もちろんもし展示ができなかったとしても会場にはこの作品持っていきますので、ご覧になりたい皆さんはギャラリーのスタッフまたは私に声をかけてくださったらお見せいたしますので、よろしくお願いいたします。そしてその個展にいろいろお問い合わせをいただいてるんですけれども、まず入場料のことについてお問い合わせをいただきました。美術館とかにはよく行くけどギャラリーにはあまり行かないという方にとったらちょっとわからないところでした。私たちの中ではちょっと当たり前のことになってたので告知していませんでした。申し訳ありませんでした。私の20周年の展覧会はもちろん入場無料です。ぜひお気軽にお越しください。ギャラリーツアーとかトークショーも何かしようかなって企画が上がってるんですけれども、そちらの方ももちろん入場無料なのでどうぞお気軽にお越しください。それから私の展覧会は遠くは海外からも皆さんが来てくださるんですけれども、もちろん関西の方もご利用いただけるんですけれども、三宮の駅と新神戸からポートピアホテルを結ぶシャトルバスが出ています。こちらも無料のシャトルバスですのでぜひご利用ください。三宮からシャトルバスに乗っていただいたらポートピアホテルまで15分かかるそうです。新神戸からシャトルバスに乗ってポートピアホテルまでは約25分ほどかかるということです。本当に続々とお問い合わせいただいてるんですけれども、以前ポートピアホテルに来てくださった方は多分びっくりすると思います。以前のポートピアギャラリーに比べると5分の1ほどのギャラリーになってしまっているんですけれども、もう本当にそこにすし詰め状態で作品を展示することになると思うんですけれども、ぜひいらしてください。そして展覧会の前に次の展覧会はこんな展覧会ですよと言ってホテルのロビーからギャラリーに行くまでの通路のところに予告として作品を何点か前もって飾ってくれてるそうです。もしポートピアホテルに個展より先に行くことがある皆さんはぜひそちらもご覧ください。それからちょっとグッズに関してもたくさんお問い合わせをいただいているんですけれども、本当に今 100% 出しますよって確実なものはパンフレットを会場限定で発売しようと思います。他には動画でもメッセージをご紹介したんですけれども、カレンダーを作ってほしいというリクエストがありました。他にもそういうイメージがあって私も作りたいなと思ってたので、これは 100% お約束ができるようになりました。あとは2016年の個展で大好評だってすぐに売り切れた缶バッジ、インスタバッジといって四角い可愛らしい缶バッジも考えています。あとは今までの展覧会にはしたことがないんですけれども、ちょっとなんかプレゼント企画みたいなものもなんかしたいなと思ってるんですけれども、それをどういう形でするのがいいのかは今前向きにスタッフと一緒に話し合っています。あとはポストカードとか、復刻版みたいな形で過去の作品を使ったグッズとかもいろいろ考えています。本当に私にとったら節目の展覧会になるので、今までやりたかったこととか今までできなかったこと、それをなんか全部形にしたいなとは思っています。グッズの中で私とスタッフが最も力が入っているのがやっぱりパンフレットなんですね。あとは細々とお問い合わせをたくさんいただいているんですけれども、お問い合わせにはお一人お一人スタッフがお返事していますので、まだ来てないよっていう皆さんはしばらくお待ちください。これからももし何か展覧会に関するお問い合わせがありましたら、どうぞご遠慮なさらずにホームページのコンタクトページまでよろしくお願いします。それから本当にドレスを作るのも本当に久しぶりなんですけれども、せっかく20周年の節目の展覧会なので何枚かドレスをオーダーしようかなって思っています。もちろんこのココアートチャンネルで紹介したチャイルドストーリーのテキスタイルでドレスを作ろうかなって思っています。他にも私のテキスタイルでいろいろ個展に向けて衣装を作って、そちらの衣装で皆様をお迎えしようかなって思っています。本当にまだまだ先だと思っていたのに、本当にもうすぐになってしまいました。私もだんだん緊張してきています。簡単なお問い合わせでしたらぜひコメント欄、複雑なお問い合わせをホームページまでお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル、よろしければぜひチャンネル登録お願いします。画面の中にプロフィール画像をクリックまたはタップしてください。説明欄にもリンクを貼っておきます。展覧会に関する詳細も説明欄に貼っておきます。画面でおすすめ動画もぜひご覧ください。それではまた。